おはようございます。京都から福岡県のここは糸島っていうところなんですけど、そこに引っ越しをしまして、で引っ越しをした翌日から、タイに10日間ぐらい行ってまして、で一昨日帰ってきたんですけど、ようやく今日から時間があるので、引っ越しの続きというか荷ほどきをしていきたいと思います。これがキッチン周りの荷物なんですけど、多いのか少ないのか結構な段ボールの数がありますが、でこれが新しいお家のキッチンで、素敵な光がいっぱい入るキッチンなんですが、ちょっとねここら辺の荷物、引き出しの中とかね結構まだ物がいっぱい入ってまして、でこれはこのうちのオーナーのダグラスのものなんで、一回ちょっとこれ全部出して綺麗に片付けてから、でこの棚は京都から持ってきたやつで、家電製品とかもちょっとねどこにしまうか考えつつ、今日中にここを終わらせたいなと思ってるんですけど、あとこの棚もね、なんかちょっとバーミキュラ並べようかなと思ってます。ちょっと家の中をお見せします。ここ、ピアノを持ってきました。あんまり弾いてなかったんで最近、ちょっとずつ再開できたらなと思っております。で、こんにちは。ダグラスの猫をちょっと2週間くらい預かっております。名前はもちって言います。もち。今くつろぎモードですね。おやすみなさい。このねちょっと京都からゴミ出せなかったやつとか結構いっぱいあったりとか、でここがなんていうの、書斎みたいな感じで、ここ本入ってたりとか、あとライト関係とか、まだセットアップしてないですけど、モニターがここにちょっと置いてまして、後で出していろいろつなげて使えるようにして、でこっちはもう機材ですね。機材の山です。これ全部機材かな。そうだよね、機材だよね。機材を全部出して、ここら辺に適当に綺麗に並べて、ここはバスルームですね。バスルームはね結構やったんで、かなり綺麗なんですけど、そしてこっちの部屋が今ちょっと荷物置き場みたいにしちゃってますけど、全部あれ空き箱だし、一時的にちょっと荷物を置いてますが、ここはね一応ベッドあるんでゲストルーム的な感じにしたいと思ってるんで、遊びに来た人はここに泊まっていってください。ベッドルームですね。とりあえずベッドだけは綺麗にしてますが、ちょっと荷物が散乱しますんで、ここら辺の荷物もちょっとね、これは猫のトイレの箱、なんかキャンプ道具とか、洋服もね結構いろいろありますね。結構時間かかるよね。1日じゃ多分終わんないから2日間くらいあれば終わるかな。いや大変。一応ここの引き出しの荷物を全部取り外しまして、ちょっとこのなんていうの、備長端子っていうのをここに引いてから、ここ何入れようかな。食材かな。とりあえずこれを切って敷いていきます。おはようございます。昨日ね結局夜寝る前までずっとやってたんですけど、キッチンが全然終わんなくってですね。でもここにあった段ボールほぼ片付けまして、あとはこの段ボールが5箱と、ここをちょっとプラスチックのコンテナの中に食材が少し入ってるんですけど、あとはこれだけですね。で、こ
ちは、まあなんとなくいい感じかな。まあバイタミックスを置いて、で、このうちはね、地下水を汲んでるので全部、別にこういうなんか浄水器とかも全然いらないんですけど、まあ余ってんので使います。まあこのトースターはね、僕のじゃないんで、まあ変えてもいいかなと思ってます。ね。コンロ周りはこんな感じで、今スピーカーの位置が決まらずにここにとりあえずいます。ここら辺もね、ちょっとなんかぴったりはまるケースがあればいいんですけど、そう、とりあえずね、エスプレッソだけは入れられるようにしました。これで毎日コーヒーが飲めます。ここら辺の引き出しもね、まだちょっと定まってないというか、もっと入りますね。で、こっちは食器です。多いよね、食器。ここをね、やりたいんですよ、この棚。で、この棚の、この棚高さ調整できるんですけど、このディハイドレーターとかアイスクリームマシンとかが入るようにちょっと高さを調整して、キッチンここが終わればだいたい片付くかな。さあ、やります。キッチンのこの棚はバーミキュラコーナーですね。あとパンを焼く型もありますけどね。あとフライパンとエッグ&トーストパンと、あとこれはもう15年くらい使ってるチタンシリーズですね。あとは圧力鍋と。ちょっとまだ途中ではあるんですが、ベッドルームはこんな感じになってきています。ちょっとまだね。ね、ちょっとここの電球が、なんか0.5 ワット相当くらいのなんかすごい暗い感じだったんで、エジソンバルブを買ってみました。ビッグチューブノスタルジア。こういう感じなんですね。いいですね。なかなか、思ってたよりいいですね。結構いいんじゃないですか？あとなんかね、ここに置く、なんていうの、サイドテーブル、ベッドサイドテーブル、ナイトテーブルっていうかな。それもね、ちょっと左右に1個ずつなんか買おうかなと思ってます。もしくは作るか。うんちタイムですか？よし。ちょっとこっち行きたいんですけど、あなたはね、行っちゃいけないんですよ。じゃあちょっと、今のうちに。1階に降りまして、で、1階がね、ほぼ何もやってないんですよね、まだ。なので、今日はちょっとここを片付けたいと思います。これがね、京都にいる時に作ったピザ窯を乗せる台なんですけど、Amazon で買ったキャスターがね、結構弱っちくてですね、なんか一箇所もう取れちゃってたんで、ちょっと違う場所に付け直して修復したいと思います。
これもね、コストコで買った棚に、この 1x4 か。で、自作した DIY ですね。なんかこれも10年ぐらい前に動画を出したような気がしますが、これはキャンプ道具を置く台にしたいと思います。お、いいね。動きました。うわ、電源のコードが抜けてました。素晴らしい。そして家のすぐ向かいにあるのが温室ですね。これは京都で使ってたコンポストですね。まあ結構いい感じに分解は進んでます。こう開けるとパラダイスが広がっておりまして、結構あったかいな今日。今20度あります。もうこの温室ね、熱源はないんですよね。なんか一応ロケットストーブとかあるんですけど、まあ火入れないとあったかくならないんで、今1月ですけど、温室の中は20度あります。これが種から育てているアボカドですね。なんかベーコン種っていう耐寒性マイナス5度まで大丈夫っていうアボカドをもらって、でその種を発芽させたんですよね。種の残骸がありますけど、でもこれはちょっと暖かくなってきたら外に地植えしようかなと思ってます。で相変わらずすごいですね、このアボカド。これはレモンでアボカドが3本あります、こっちがブドウですね。剪定しないといけない。あとこの棚がちょっとね作り直すというか直したいですね。なんかいろいろほつれちゃったりとか、あと結構ねブドウの木の枝がね結構入り組んじゃってるんで、今ちょうど1月だし、来月あたりね剪定してバッサリいきたいと思います。で本当はここね通路がありまして、で去年もね結局3回ぐらいここ来ていろいろ掃除してたんですけど、その時はねここ通れるようにしてあったんですけど、アロエがすごい、木立ちアロエの、しかも花まで咲いちゃって、それでこれがアーモンドですね。ちょっと今全部落葉しちゃって葉っぱは落ちてますけど、でもこれもね、これもなんか半分くらいの高さだった気がしますけどね、去年だいぶ伸びてます。でもこのアーモンドもちょっと外に植えようかっていう話をしています。でその裏にあるのがパッションフルーツで、ちょっとねこのロープを伝って天井まで行っちゃったんで、この前来た時そうここいくつか切って、元気すぎたんで途中で切ったんですよね。なのでちょっと上半分はもう枯れてますけど、このパッションフルーツもちょっとこの上のあたりに木の枠を作って、そこになんかこう棚みたいになるようにする予定です。あとこのねアボカドの3本あるうちの1本がこれね多分すす病っていうの、真っ黒になっちゃってて、で結構ねやられちゃってるんですよね。だからバッサリこれも剪定しないといけなくって、ていうかそもそもちょっと枝が多すぎるよねっていう話で、全部でなんかこっちの方とかもすごい入り組んじゃってるのでバッサリいきたいと思います。温室はこんな感じかな。ね、植えたいものがねすごいいっぱいあって、まずバナナでしょ、あとマンゴーでしょ、あとカカオ、コーヒー、あとはロンガンとかライチ系とか、あと何かな、なんかいっぱいね植えたいものがあるんですけど、
でもねちょっと冬の間の熱源をちょっとどうにかしたくって、で今熱源が何にもないんで、だから冬のほんと寒い間だけなんか、マイナスというか、10度15度下回らないぐらいの熱源を取り入れたいんですけど、なんかいい方法知ってる人いたら教えてください。去年の4月に来た時掃除しましたっていう動画を撮った時に満開だったしだれ桜、3ヶ月後にはまた満開になりますが、それでここもね自由に畑使えるので、もうちょっとねいい感じにしたいですね。というかこの夏の間に伸びた雑草の残骸をきれいにしないといけないですね。それで家の下の2段は畑として使っていて、で家がある段があって、でそのさらに上にもう2段あるんですよね。でここが、家の2階とつながってるんですけど、ここもねやろうと思えばなんか何でもできる、今は特に何もしていないお庭というか敷地がありまして、でさらに道が見えなくなってるんだけど、ここにももう一段あるんですよ、使えるのが。そうで、ちなみにですね、家の裏もねなんか去年なんか結構やった気がするんですけど、なんかもう竹とかすごい伸びちゃってるんで、ここもねなんとかしたいと思っています。すごいよ、草の生命力すごい。こっち家の裏の方に行くと、川も流れてて、でここね本当は階段とかあるんですけど、もう階段が見えなくなってます。ここもちょっと掃除したいです。で今家にある農作業道具としては、このマキタのこれ 40V だっけ、これなんか 40V だったような気がしないでもないけど、一応草刈り機はガソリンと両方ありまして、であとチェーンソーか、両このチェーンソーとかもあるんですけど、あとはケルヒャーの高圧洗浄機、ブロワーも一応コードレスじゃないやつがあったりとか、いろいろ揃っているんですが、それでケルヒャーの高圧洗浄機ももともと自分が持ってたやつとここに置いてあったやつが1台で2台あるんですけど、でもちょっと両方ともなんか水圧が弱い、僕が持ってたのは K2 だったかな。でちょっと水圧弱いんで、この家の敷地の広さとか考えるともうちょっといいやつ欲しくって、なので家庭用の一番水圧強いやつ K5 かなを買おうと思っていて、でねこの前なんか Amazon でこの先が曲がってるノズル買ったんですよ。これもちょっと活躍するんじゃないかと思っています。なんかこう軒の上の方とか洗浄するときに使えるかなと思って買いました。であとはマキタの 40V のシリーズで、本当はね僕電動工具って一番最初に日立工機のやつ買ったんで、今廃工機っていう名前になってるのかな。で廃工機のやつのマルチボルトだっけ、 36V くらいのあれで揃えようかなと思ったんですけど、なんかラインナップがすごい少なくって、自分が欲しいやつのマルチボルトのやつが売ってなかったんで、だからちょっと今回はマキタの 40V シリーズで、なんだっけ、草刈り機も金属の刃のやつと、あと細かいところやるためにナイロンコードの草刈り機あるじゃないですか、あれを買いたくって、であとレシプロソーと、チェーンソーも 40V のやつが欲しくって、であとブロワーか、とりあえずそれくらいがあればこの家の整備はできるのかなと思ってます。なのでこの薪ストーブコーナーもちょっと持っていたキャンプ道具とかをここら辺に設置しまして、でこのねストーブの後ろもね一応ね耐熱の
レンガ置いてあるんですけど、置いてあるだけなんで、なんかちゃんとしたなんか備前焼とかなんかそういうタイルをちゃんと貼りたいなと思っています。なので家の紹介はこれくらいかな。まあしばらくもうちょっとは家の中の整理と、あといくつか DIY をしたい場所があるので、それを先にやっちゃって、で2月3月ぐらいから温室とあと庭をいろいろやっていきたいと思ってるんですが、まあ、でもその前にあれだ、雑草を堆肥化するなんか棚じゃないけど、なんかそういうの作りたくって、であと薪棚、今ね薪ストーブ使ってるんですけど、で薪棚がないので、薪棚もちょっと来年に向けて今のうちに作っちゃいたくって、でなんかね、もうやりたいことっていうかやるべきことが盛りだくさんで、あとこのお家、そう水が地下水なんですけど、電気は普通に通っていて、でガスはプロパンガスなんですけど、これもオフグリッドにこの家をちょっとどうにかしてできないかなって思っていて、でこの家なんですけど、なんか立地的にちょっとね日照時間が短めなんですよね。特にこの時期、今冬至を過ぎたばっかりくらいなんですけど、ちょっと日照時間短いので太陽光発電もまあできなくはないけど、この時期はちょっと厳しいかもな、まあ、よっぽどいっぱい設置しなければいけない感じで、だからこの家の横、すぐ横裏に小川が流れていて、でもね水量がねほんとちょろちょろっていう感じなんで、あんまり多分発電はできないんですけど、もう道路を挟んだ向こう側にまあまあの水量の川があって、でそこで水力発電できたらいいなと思ってるんですけど、でも水力発電って行政の許可が必要なんで、もし福岡県か糸島市の関係者の人見てたらDM ください。まあでも太陽光発電もねやりたいとは思ってるので、まあ蓄電池とかでっかい蓄電池とか太陽光発電とか考えてるのは、なんか温室ガラスなんですけど、なんかあそこにペロブスカイトのソーラー発電のやつペロって貼って、なんかそれで冬の間なんとか温められないかなとかいろいろ考えてるんですけど、まあなんかそれ関係で働いてる人興味あれば DM ください。ということで、しばらくの間私は山奥に一人引きこもっていろいろやりたいと思っていますので、どうぞよろしく。